皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。枠曲げてます皆さん。今シーズンはこれで3回目です。曲がりました。横も曲がってます。せーの、よいしょ。横もしんなり曲がっております。こちらも1回、もう2日目に曲げて直し、こちら1回曲げて直し、そしてまた曲がりました。海の底にはいろんなかかりがありますんでですね、今回かけたかかりはもう何年もかかってないんで、もうないのかと思ったらかかりましたね。何年ぶりぐらい、10年ぶりぐらいにかけました。まだあるんじゃない思ってびっくりしました。あのかかりみんな通ってるからもうかからんのかと思いきやあるんですね。よいしょ。奥さんと一生懸命2人で直しております。OK。はい、OK。やはり真ん中を行かないといけません。よいしょ。真ん中棒があるけんいかんのやな。はい、OK。万力で直しても意外がですけど、でもだいぶマシになってきました。もう一度曲げると普通に操業しててもじくじく曲がっていきますので、直してもダメなんですけども、これで直していきたいと思います。OK といいんじゃないでしょうか。もうよしにしますか。キリがないのでだいぶマシにはなりましたね。ただ問題はもう曲がるとアフトの横は直せるんですけど、ここがもう曲がるとで、ここに重しがあるんで、重しここまでしとけばいいんですけどね。長さ作った時が悪かった。こう曲がっちゃってるね。これがちょっとどうにもならない。見事に枠がまっすぐに直りました。もし岡山県で道具曲げ曲げ王選手権があったら、この18年間ではかなり上位に行けるんじゃないでしょうか。もう何度やったか分かりません。曲げ曲げは予算の仕事でしたね。こういう予算の仕事もたくさんあるんですけどね。網破ったり、最後に締めをよいしょ。これで終了。あと締め直して終了です。終わりました。はい、よかったです。はい。気持ちが悪いぐらい両方まっすぐなりましたけど、明日行ってすぐ曲げちゃうんでしょうね。1番目です。結構流しくこぎました。30分以上こいだかもしれません。あれからですね、ガサが変わりまして、毎年なんですけどガサがもう3月になったら変わるんですよね。これがもう1日でできました。本当にあと休み明けて起き行ったら自分がやる範囲はもう全部これでした。びっくりしました。1日でもうこれになって、それから下駄がもう消えちゃってですね、多くても少なくても3月過ぎると下駄は減ります。そしてカニがちょこちょこ当たるようになりました。この網も1枚いてくれましたけど、よいしょ。おお、カニ。しかしもう下駄がもう全然減りました。なのでカニが当たってくれないと結構やばくなってるんですけど、量がきつくなりました。下駄がもうさっぱり見えなくなりました。潮が悪いっていうのもあります。もう上り潮ばっかりの潮です。これはなんか毎年できるんですけど、冷た貝の卵の炭らしいですね。なんか視聴者さんが教えてくれました。ほんでですね、これができて 2,3 日したら海藻がもうすごい入りだして、ここ海藻が少ないとこ自分やってますけど、海藻が多いとこにイイダコがいるんで、どうしても海藻ばっかりのとこ、どうしてもっていうかどこやっても海藻だらけなんですけど、一日同じとこはしませんのでうろうろするんですけど、海藻があるところへ行ったらですね、もう網がもう海藻まみれになってこうなりましてですね、これまで1番目だからいいですけど、やるうちにだんだん海藻まみれになって、もう受け付けて困っております。
それとこれも見え出しました。ウミウシですね。なんか島根県の人は食べるらしいですけど、こういうもんも見え出しております。もう本当に春になりましたね。春になると赤毛た消えますけど、本当消えました。下り潮の時にちょろっと入るぐらいです。あれだけいたか赤毛たかもう見えなくなってしまいました。なのでもうちょこちょこっとカニを拾うのと、あとはタイラギとか拾ってます今は。まあ、この網なんか拾えるサイズのカニがいてくれるからいいですけどね。2ついました。2つイイダコももう海藻のせいで入らなくなる。もう道具受け付けてくれませんので、海が。1番目はまだ網が綺麗なんで、イイダコとかこんな西貝とか拾えるサイズ入ってますけど、だんだん網が汚れてくるともうだんだん入らなくなって、もう昼ぐらいにはもう悲惨なことです。網洗ってもどうせ1番でも汚れちゃいますんで、まあ洗ったり洗わなかったりしながらやってますけど、赤ゲタももう大きいサイズもいないし、結構辛い感じになっております。西貝のもうちっちゃいのは見えてるんですけどね、自分がやるところは。もっと硬い方に行けば大きいの出てきてるかもしれませんけど、ずーっとこの辺をやっております。なのでもうずっとこの辺を今日も一日頑張ります。次も流しく漕いでしまいましたけど、もう次の網で早くももう爪の上海藻だらけです。もうこの海藻には海藻入ると魚入りませんので、もうこうなるとちょっと漁にならないですね。よし、おお、西貝入ってる。よいしょ、2つといました。爪の上に2つ西貝ゲットです。お、山椒ウニの中身。片方はちょっと泥まみれでしたけど、出た1匹。いやー、本当にゲタが少なくなりましたね。大きいのは先に取っちゃうんで、まあだんだん大きいのからいなくなるんで、まあ3匹いたのが珍しいぐらいです。ここのとこ一番片網3匹なんてあんまりないです。まあでもカニがここの網も1枚いてくれたんで、カニのおかげで。うわー、ゴミ。いやー、本当に海の様子が変わってしまいました。もう一番ごとに網も海藻まみれになっていきます。だんだん入らなくなっていきます。ダボー、英語で集合垣っていうらしいです。確かに集合してますね。イイダコ、イイが入っております。これは大きい、いいサイズ。しかし海藻って今3月頭なんですけど、海藻ってこんな時期にあったから、生き物は遅れてるのに。お、レイカ、これもここ入ってます。イイダコなんかもういいを持つ時期がかなり遅れてると思うんですけど、この海藻は早くなるんですね。だいたい3月後半だったんですけどね、向く前は。今年はもう3月の頭でもう海藻まみれでやりません。1番目2番目とか3番目ぐらいまではまだ網が綺麗なんでなんとか魚入るんですけど、もう4番5番目ぐらいからもう全然受け付けてくれなくなります。海藻が入るから余計泥が抜けないんですよね。まあここはまだマシな方でですね、もっと海藻だらけですね。ちょっと気のせいかもしれないですけど、なんかスクリュー巻いてるっぽい。ただ船がロープとか巻くと船が揺すぐるんで、揺すぐるって通じるんかな、船が揺れるんで
ロープじゃないような気もしますけど、海藻かな。ちょっと見てみないといけません。クラッチを切っておいて、何も巻いてるようにないですね。今ので取れてくれたんないいですけど、この奥の方に巻いてるともうちょっとわからないですね。だいたい奥に巻くことがないんですけど、巻いてはないようですけど、なんかでもコトコト言うな。なんじゃろのスクリューのコトコトが気になりますけど、まあ量を続けましょう。だんだん一番ことに海藻まみれになっております。こういうなんかの卵みたいなのも出てきましたね。これも毎年見えます。あれが入っても魚入りにくくなるんですよね。なのでちょっと甘手狙いでいっております。おお、わかめだらけ。もうわかめ拾おうかな。拾って売ってみようか。わかめ石が霊です。ヒラメかと思って喜んだら石が霊でした。あ、でもイイダコ結構見えてるんで、もうイイダコ結構イイダコメインで今までやってたんで、イイダコ見えると嬉しいですね。石ガレと甘手とかもそういうもん狙いでいくしかないですね。赤ゲタがもう本当にないんで、海藻ついたらもう一番ごとにこの網のフリフリをしないといけない。これがもう筋トレと同じです。魚少なくても1日終わったらめっちゃ疲れてるという状態。他の漁師さんたちも言ってました。魚おらんのにめっちゃ疲れとるって。よいしょ。まあイイダコ多かったですね、この網。なんと潮の返しだからでしょうかね。よいしょ。そろそろイイダコが溜まってると思います。3番やりましたけど、むにょよいしょ。この辺は小さいイイダコの方が多いですね。あんまりラベジと砂地の合いの子なんで、ちょっと砂地の方に寄してますから、砂地には基本小さいのしかいません。ラベのは大きくなります。小さい方はオスだという話もあるんですけどね、よりしまのでも小さい方がオスで大きい方がメスっていう人いるんですけど、小さい方は小さい方でこのようにいい持ってますんで、自分はなのでこれは自分はもう別種なのだと思っております。これでもう1年もんで終わりです。小さい方もこれが親です。このあんまりちっちゃいやつはオスなのかもしれませんね。いいがなさそうですから、こういうあまりにちっちゃいやつは。でもなんかちょっとあるっぽいですね。これコメントで皮の天ぷらが美味しいですよって教えてくれたんですよね。皮の天ぷらって聞いたことないですね。でもなんかいかにも美味しそうなんで、唐揚げにするときに皮つけてやるとですね、なんか火力がやっぱり家庭のじゃ弱いのか、二度揚げにしてもねべちゃべちゃなんで皮だけ別にするんですよね。ちょっと天ぷらをやってみたいと思います。なんか美味しそうな感じはもうしてますけどね、すでに。皮の天ぷらって、じゃーん、おこぜの皮の天ぷらです。ちょっと教えてもらったのでやってみました。味が分かる天つゆを用意してくれてますけど、自分はちょっと塩派なんで味が分かるように塩でいきましょう。ちょろっと振るだけでいきますね。ちょっとやっぱプニプニになる。なんて言えばいい、溶けるな。これなんて言えばいいの、ゼラチンになるんだけど、サクサクなど溶けていく感じ。なんて言えばいいんだろう、不思議な感じです。皮を唐揚げにしたこともあるんですけど、唐揚げはパリパリだったな。これは本当にもうサクなどとろって感じですね。天つゆでいってみます。ちょっと溶ける感じ。
ホルモンの油のように溶ける。でもそれより硬い。ホルモンの油より硬い。面白い。面白いですね、本当に。不思議な味。ちょっとどっちが美味しいか。塩の方が美味しい。もともと塩の方が好きなの。青のり。せっかくなんで青のりも振ってみます。まあ青のりも 100% 美味しいこと分かりきってるんですけど。本当だ。それは絶対美味しい。いただきいただきます。ます。青のり。青のりめっちゃうまい。抜群違う全然。3倍美味しいです。青のり振ったら。今年は青のりの収穫したタイミングもベストタイミングで収穫したんで、もうすごい美味しい。青のりの美味しさ半端ない。美味しすぎる。天ぷらが3倍美味しくなります。こっちでした。神